はい、こんにちは、小川悦司です。今日はですね、なんとおさむこいしさんをゲストにお招きしております。はじめまして。はい。はじめまして。はじめましてじゃないですね。はい。ですね、おさむさんに今日はですね、この EDB2 の、をちょっと思想していただいて、いろいろ感想をいただきたいなと、思うんですけれども、そうですね。まずこれピックアップ今どうなってるんでしょう。はい。ですね、これいろいろ今ついてるんですけど、今日現在使っているのはこの、フルサークルというフィッシュマンのピックアップですね。これとここに貼り付いてるシャトラーというこれ一応こう見えてマイクタイプなんです。マイクなんですか。はい。これゴムで粘着ゴムで貼っつけてるんですけど、基本的には普通のマイクなんです。ピエゾではなくてマイクなんですね。そうです。で、最もピエゾタイプというのはこれなんですけど、ちょっとこれちょっと音が硬いんで、レコーディングの時なんかは非常にいいんですけど、ライブの時はちょっと今これ使ってないので、今はこのフルサークルとシャトラーというのをここでブレンドさせて、送っているという。別々に送って今こっちに別々に来てるんですね。これとこれが、フルサークルとシャトラーですね。これがこっちかな。はい、そうです。そうですね。はい。今いっちゃんにフルサークルが入ってて、ピエゾタイプといえばピエゾタイプですね。はい。でこちらがシャトラーというマイクタイプのものがこちらに入っています。これ EDB2 は2チャンネルこう別々に入れて、これインピダンスがね別々に今設定されてるんですよね。これピエゾの方がプラスハイかな。プラスハイですね。プラスハイになってて、でこっちがハイですね。ハイインピダンスですね。でバランスが今こんな感じ。少しピエゾの方が大きい感じですかね。はい。で、フェーズは切ってあるでしょ。でレンジがベースになってて、XLR は切ってると。これそうですね、パッシブタイプですね。両方パッシブタイプです。アクティブの場合は一番下にしてるんですけど、ちなみにちょっと片方ずつの音を聞きたいんですけど、いいですか。じゃあこれがまずピエゾですね。ピエゾっていうかフルサークルでしたっけ。フルサークル、そうです。マイクタイプ。ちなみにこのピエゾドンズバピエゾも入れてみますか。そうですね、せっかくですから。じゃあどっちを抜きますか。こっちで使えますので、ピエゾタイプミュートしていただいて、これが便利ですよね。ミュートできるというのは。そうなんですよ。はい、じゃあこれ今超ピエゾ、この超ピエゾ、ウィルソンという超ピエゾに入れます。レコーディングなんかでは逆にどうしてもちょっともわっとしちゃうんで、エッジが欲しいという今のファンクタイプのような音楽だとこっちのピエゾの方が実はレコーディングではエッジが出るんで、もっぱらこっちを使いますね。でもライブだとこっちの方が良かったりするんで、これ2つあると結構いろんな状況で使い分けれるという便利さもあります。はい。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと戻しましょう。じゃあミュートします。で、流れから言うとここからこの上上がっていくんですけど、上上がって EQ ですね。今 EQ これ1ちゃんと2ちゃんと両方使えるんですけど、これ今1ちゃんだけなんですね。ピエゾの方だけ。どういうふうにしてるかっていうと、ベース上げてローミッドも上げて、プレゼンスはそのままでトレブル下げてるんですね。ちなみにこれプレゼンスはこれ 2.8K あたりなんですよね。でこれが 10K で、ハイミッドが880かな。880の、590の120っていう感じですね。下を上げてあったかい感じにしてるっていう感じで、やっぱりあれですか、ピエゾだとどうしても低音足らない感じになっちゃうんですか。そういうわけではない。多分アンプの状況によるんで、アンプじゃないキャビネット、今レコーディングスタジオのスピーカーから出してるんで、ちょっと個人的にベースが欲しいなと思うんですけど普通のベース用のアンプだと逆にあんまりベース持ち上げるともわっとしちゃうんで、ちょっと切るぐらいの気分ですね、僕は。なるほど。そうですか。で割と本当はもうちょっと
プレゼンスとかトレブル上げてパキッとさせる方が、ライブではいいかもしれません。なるほど、はい、あとであれですね、これ取ったやつをこれベース別々に取ってるんで、はい、もしかするとじゃあ低音をカットした方がいいっていう状態になる可能性あるってことですか？はい、そうですね。はい、はい、わかりました。その辺はじゃあ後でっていうかテロップ入れときますね。もうテロップ前に入ってると思いますけど、はい、テロップを入れときます。はい。でこの後にここノッチフィルターがあるんですけど、ノッチフィルターがこれ今使ってないんですよね。はい、ハウリング防止です。やっぱりマイクタイプとかだとハウることってありますか？いやまずないです、ね。まずないですか。はい。じゃあノッチはこれね、でもねノッチ結構なんだろう、イコライザー代わりに使えるんですよ。面白いのは例えばこっち1ちゃんで例えばノッチノッチをこれ入れるじゃないですか。で2ちゃんだけノッチ使うとかってのもできるんで。そんなことができるんですか？そうなんですよ。これも便利ですね。これ面白いですよ。ちょっとやってみていいですか？はい、これ2ちゃんこう上げるじゃないですか。はい、でちょっと弾いてみて。ちょっとここから僕の個人的な質問コーナーいいですか？はい、普段使ってて、使ってるまずシステムを教えていただきたいんですけど。ここは同じです。はいはい、でこれの代わりに僕はインナーバンブっていうメーカーの、2チャンネルの、別々の独立したプリアンプっていうんですか、ブレンド、はい、でブレンドさせて、1系統の、アンプの方に送ってる。アンプは何を？アンプは、ヘッドはボルターツで、スピーカーは EBS の、10インチ2発ツイーター付きという。ツイーター付き。じゃあ上もしっかり。コントラバスの場合コントラバスっていうわけではないんですけど、実はちょっと手で触った砂利っていうトレブリーな音があるとすごく、実はアコースティックなサウンドになるんですよね。ところが昔はこんなでっかい口径の一発で指定域さえ出りゃいいっていう時代があったんです。口径から上ないですもんね。そうするともうなんか中域から低域しか出なくて、アコースティックなサウンドにならないですよね。だから僕アコベのこの弦を離す時のこの一瞬ビビる感じってあるじゃないですか、あれがすごく好きなんですよね。であれって上の方ですもんね。そうですよね。だから僕もミックスする時にちょっと辺を逆にこうつっつきたい時があるんですよ。アコースティックベースの音とかだとこう指の触ってる感じのニュアンスだとか、その辺が辺なんですよね。でやっぱりその辺はやっぱツイーターがないとやっぱり無理ですよね。そうツイーターがね実は、だから本当はオーディオ用のスピーカーとかキーボードスピーカーの方が本当はいいですね。いいんですね。ベースのアンプよりも。あとライブとかで例えば今現状のシステムっていうのは結構もうある程度もうね長年やられてますから、もうある程度完成されてるとは思うんですけど、その中で例えば困ったこととかってあります？もうちょっとこういうとこあったらいいのになとかっていう。もう僕30年ぐらいアコースティックベース弾いてますけど、とにかくこのアンプで出す音作りっていうのは本当に苦労してきましたし、多くのベーシストがやっぱし未だに悩んでると思うんですよ。だから今は僕はとりあえずはここに行き着いてますけど、今じゃあ最高かって言われると、やっぱしライブハウスの会場とか、状況に応じて納得、もう終始演奏が終わるまで納得できない日もあるんで最高の状態っていうのは本当は生音なんですよね。そうですよね。生音がそのまま出せれば、本当は一番気持ちいいんですけど、そういう意味ではアンプリファイさせるっていうのは、基本的には本当はアコースティック楽器にとっては無理があるんですけども、そこをどこまでだまし近づけるかっていう、でそれで僕は今の状況に落ち着いたんですけど、最高かと言われると決してまだじゃあ探求は止まらないですね。もし何か違うここだって本当は今いろんなメーカーがいろんなピックアップ出してるんですよね。でもそれいちいち全部確かめるっていうのは、予算的にもちょっと無理があるんで、借りましょう気になるやつはいっぱいあるんですけどなかなかねそういうわけにもいかず、悩みは多いとこです。なるほど。プリアン今使ってるプリアンプっていうのはちなみに何バンドぐらいの EQ ももちろんついてる？そうですね。これに近いこのミッドでそのミッドのレンジを変えられるタイプのベースとミッドのレンジを改変させるやつ、トレブルっていう。トレブルはやっぱ10系あたりのやつですかね。多分そうですよね。それがちょっとどれぐらいか。やっぱり真ん中辺いじることが多いですか？それとも上下？やっぱ真ん中ですね。真ん中ですよね。真ん中の出方が。真ん中が難しいです。そうですか。
なるほどね。ノッチまあノッチフィルター先ほどのあれですけど、あと例えばマイクを立てて撮るようなこととかってありますか？レコーディングではもっぱらそれの方が多いですけど、そうですか。ライブでは無理ですね。そうですよね。特にもうドラムが入ってきたりすると結局ベースがドラムを増幅してるだけの状況になっちゃうので、マイクで拾うっていうのは僕はあんまり、というか全くやったことないです。じゃあ逆にちょっとお聞きするんですけども、レコーディングの時のデフォルトのセッティングっていうのはどういう感じですか？やっぱ生で鳴らして、そうですね。マイクで撮る。ジャズの場合、ほぼその生でやる、特にそのストレートアヘッドな4ビートのジャズの場合は、もうみんなの耳がその生の音に馴染んでるんで大丈夫なんですけど、ちょっとそのファンクタイプ、ドラムがこうしっかり暴れて、バスドラムをドンと出るような設定のドラムとやる場合は、ベースが生音だとマイクだけで拾うとどうしてももわっとしてしまうんで、その場合はピエゾを入れて、タクの方でブレンドさせるっていうことが、その辺はじゃあもうエンジニアさんに任せちゃう？そうですね。もうエンジニアさんにもうちょっとこうどっちを上げてどっちを下げてみたいなことを言いつつ、作っていくっていう。なるほど。そうですか。その時のピエゾっていうのはさっき言ってたこっちですね。その時はもうこっちの方がはっきりしますから。なるほど。それピエゾで撮ったのと例えば生のマイクとブレンドしたりもするんですか？そうですね。それがやっぱピエゾだけだとちょっとやっぱカリカリして、アコースティックベースの良さが出ないので、やっぱし大体7対3とか、音楽の状況に応じてブレンド具合を、7がマイクで3がピエゾみたいな形でやりますね。なるほど。はい。すいません、なんか企業秘密をばらしてしまったんで全然大丈夫です。ありがとうございます。そしたらあれですね、せっかくですんでちょっとソロでなんか一曲お願いしてもいいですか？